おはいえなし。この動画はファイナルファンタジー14始めようっていう初心者が OK 全体像は分かった、あとは調べながら進めるわってなるまでを14ナンバーワン YouTuber が完全ガイドする動画です。始めようではなく始めるか迷うなの人はまずこっちの動画をご覧ください。注意事項はこちら。早速参りましょう。まずはどの製品を買うべきか。結論から言うとまだ何も買わなくて OK です。前提を少しお話しすると、14は今新生エオルゼアと呼ばれる本体と蒼天のイッシュガルドから黄金のレガシーまでの5本の拡張パッケージ計6本から構成されています。で、最初にパッケージを購入してその後月額課金をする必要があるんですが、一方でフリートライアル制度があって6本のうち4本までをパッケージ代も月額課金もなしに遊べます。フリートライアルによる機能制限もあるっちゃあるんですが、別にいつでも途中で製品版購入して切り替えられるので、まずはフリートライアル版で遊ぶことをお勧めします。続いてどのハードで遊ぶか。結論から言うと PS4 以外の好きなハードで OK です。動画投稿時点の対応ハードはご覧の通りで PS5 勢も PC 勢も同じ世界で遊べる、いわゆるクロスプレイ可能ですし、特定のハードだとコンテンツ制限されるとか動作が重いとかもないので気にしなくて OK。 ただし PS4 版だけはもう2年そこらで対応が厳しくなる旨公式から予告されていますので非推奨です。また26年8月にはスイッチ2版が発売されます。公式からはスイッチ2版の最適化もしっかりできているとアナウンスはありますが、実際のところはまだ未知数です。それとスイッチ2版を選ぶ時の留意事項がもう1個あって、スイッチ2版以外だと1種類の月額料金を払えば PC 版だろうが PS5 版だろうが自由にハードを変えてプレイできるんですけれども、スイッチ2版だけはスイッチ2版専用の月額料金を払わないとプレイできないので、そこも踏まえてどれで遊ぶか考えましょう。動画投稿時点の一つの例としては、とりあえず PC 版とかでフリートライアル版で進めてそのまま PC 版の製品版を買って進めるか、スイッチ2版が出た時にスイッチ2版の製品版を買ってそこからはスイッチ2版で進めるということが考えられます。ではプレイするハードが決まったところで早速ゲーム起動。まずは遊ぶデータセンターを選択します。 DC って何っていうのはすぐ後で説明するとして、とりあえず自分の住んでる地域と一番近い DC、 日本であれば日本の DC を選びましょう。エレメンタル、ガイア、マナ、メテオ4つありますがどれだっていいです。もしあなたが友達に誘われたのであれば友達が遊んでる DC と一緒の DC を選びましょう。続いてキャラメイク、そこそこちゃんと考えて作りましょう。一度決めたキャラメイクを変更するためには幻想薬というアイテムが必要で、メインクエの途中で1個だけ手に入るものの基本的には課金でしかキャラメイクを変更できないためです。種族について能力差はゼロではないんですが砂粒以下の差なので気にしなくて OK です。誕生日も性能上の差はないので気にしなくて OK です。続いてバトルクラスの選択、ここはまあまあ大事です。このゲームには大きく敵からの攻撃を引き受けるタンクロール、パーティーメンバーの HP を回復するヒーラーロール、ダメージを出すことに注力する DPS ロールがあって、そのロールの中に何種類かクラスというものがぶら下がっています。でこのクラスがレベル30になると上位色であるジョブというものに派生します。最初に選べるクラスとそのクラスから派生されるジョブはご覧の通りです。ちなみに赤魔導士や賢者などこの一覧にないジョブもありますが、この時点ではそのジョブになれないということです。じゃあどうやってそのジョブになるのかっていうと、そのジョブに対応する拡張パックのプレイ権利を得た上でゲームをある程度進めているとクラスを通り越していきなりそのジョブになれます。例えば赤魔導士になりたければ拡張グレンドリベレーターのプレイ権利を得た上で赤魔導士以外の何らかの戦闘ジョブのレベルを50まで上げる必要があります。拡張グレンのリベレーターのプレイ権利を得るっていうのが分かりにくいんですけれども、要するにフリートライアル版だと無理でコンプリートパック買っとけばプレイ権利得てるので OK っていう意味ですが、今フリートライアル版だろうがコンプリートパックを買っていようが現時点では赤魔導士を選択できないことに変わりはありません。なのでまずはこの中からゆくゆくどのジョブになりたいかという目線で何のクラスを選ぶか決めましょう。このゲームジョブチェンジはいつでもできるのでパッと見あんま考えずに決めちゃっても良さそうなんですが、あんま良くないです。というのもこのゲーム前提としてジョブごとにレベルを上げる必要があります。メインクエストを進めていると進めている時に設定しているジョブだけはもりもりレベルが上がる一方、それ以外のジョブのレベルを上げるにはデイリーミッションやるとか相応に時間がかかります。で当然メインクエは1回しか進めることができません。なのでここで選択したジョブで基本的にはメインクエを進めることになります。つまりここで選んだジョブがレベル上げやすくなります。ってことはイコールメインで使うことになりがちなので、そこそこよく考えて決めましょう。選択したクラスによって開始都市が異なりますが、どうせすぐ行き来するようになるので気にしなくて OK です。希望ジョブ優先で決めましょう。この動画投稿時点ではまだ公開されていませんが、ジョブ紹介動画も制作中で公開したら動画の概要欄に貼るのでご活用ください。続いてワールドの選定、これもかなり大事です。14には地域ごとのデータセンターがあって、その中にワールドが複数個ぶら下がっていて、そのワールドごとに同じ世界が広がっています。ワールド間や DC 間を行き来することはできますし、同じコンテンツをプレイするときワールド間でマッチングすることもできますし、動画投稿
稿時点で間もなく DC 間でもマッチングできるようになる見込みなので、友達と別ワールド別 DC を選んだところで会いに行ったり一緒に同じコンテンツをプレイする手段っていうのは全然あるっちゃあるんですが、言うてワールド一緒の方が何かと手間がかからないので、すでに誘ってくれた友達とかがいるんだったらその友達と同じワールドにしましょう。ただし混雑ワールドに指定されている場合はそのワールドは選べません。混雑ワールドは1日2日で切り替わるものではないので、その場合はおとなしく別のサーバーを選びましょう。特定のワールドでは経験値ボーナスが付与される優遇ワールド扱いになってたりするんですけれども、友達がいるんだったら優遇ワールドよりも同じワールドに入ることを優先した方がいいです。特にこだわりがなければ優遇ワールドで OK です。優遇ワールドは別に過疎ワールドというわけではなく、定期的に切り替わるものなので安心です。最後に名前は幻想薬でも変更できないので慎重に。レッツスタート。ムービーはスタートボタンでスキップ可能です。こっちの動画で喋った通り序盤はだるく感じちゃうシーンもあると思うので、各々の感性に応じて吉名に対応してください。ここからは両手で持つゲームコントローラー、要はゲームパッドベースで操作を説明します。キーボード派やスイッチ2のコントローラー派はうまいことを読み替えてください。なんかロードストーンプレイガイドとか出てくるんですけれども、充実しすぎていて読むの大変なので、初心者向けにそういうのがあるんだってことだけ認識してもらいつつ、この動画では全部無視します。こんな感じでこれからも突然恩着せがましくウィンドウが出てくる場合があるんですけれども、ここに書いてある通り14はバックボタンを何度も押すことで画面表示されている情報に順次カーソルを合わせられます。確認したいあるいは閉じたいウィンドウがあればバックボタンを何度も押して、そのウィンドウにカーソルを合わせてキャンセルボタンを押すなりして閉じましょう。開始都市に放り出されたらまずは画面表示を改善します。 LB ボタンを押しながら右スティックを下に倒すことで視点を思いっきり引きにしましょう。続いてスタートボタンでメニューを表示させてキャラクターコンフィグを選択。一番上全般タブの移動操作タイプ設定についてレガシーを選択。一度見たコンテンツと一度見た乗り物をオン。上から2番目所持品画面の表示を全展開。上から3番目のハドタブの装備所持品サインを表示するをオフ。上から4番目の全般タブのネームプレートにをオン。上から5番目の表示タブの残り時間の表示位置をタイプ2に変更。一番下全般タブのチャットバブル設定を選択し、チャットバブルを有効にするをオン。あともし左下のチャットウィンドウの文字が小さく感じるんだったら、ログ詳細タブのジェネラルのフォントサイズをいい感じに変更しましょう。これで OK です。では実際にクエストを進行してみましょう。14は基本すべてクエストを受注して、それをこなすことを通じてゲームを進めていきます。ゲーム内ガイドの通り頭上にびっくりマークがついている人に話しかけましょう。ここから開始都市によって人や目的地が異なるかと思いますが、同じような感じなんでいいように読み解いてください。話しかけ方は直感的にわかるはずです。近づくとまたチュートリアルが出てくるんですが、さっきと同じでバックボタンを選択することでチュートリアルの内容を確認できます。この辺の操作はウィンドウの下に逐一書いてあるので、それを参考にしてください。びっくりマークがついてる人に話しかけると、受注に必要なレベルや報酬やクエスト概要といった情報が表示されますが、全然気にしなくて OK です。クエストを受注すると右側の目的リストに今受注しているクエスト名とそのクエストで次取るべき行動が表示されます。次はカーラインカフェにいるミューヌと話さなきゃいけないようです。ミューヌがどこにいるかの確認方法ですが、バックボタンを連打してクエスト名に焦点を当てて矢印キーで次のアクションを選択し決定ボタンを押すと、こんな感じでマップと目的地が表示されます。マップが表示というか選択されている状態のまま右スティックを押すとマップを動かせます。さっきズームアウトしたのと同じように LB をしながら右スティックを動かすとマップのズームインズームアウトができます。マップが表示されている状態でキャラを歩かせるとか関係ない操作をしてしまうと、マップがこんな感じで半透明になってマップが選択された状態ではなくなります。この状態ではマップを操作できないので、その時はバックボタンを連打してマップを選択してから今言った操作をしましょう。マップを閉じたい時はマップが選択されている状態でキャンセルボタンを押します。いろんなキャラがいますが、こういうキャラは全部 NPC、つまり実際の人間ではありません。実際の人間が操作しているキャラはこのように基本青色でジョブアイコンとともに表示されます。この緑のチェックマークがついている人に話しかけると、それでクエスト完了しますの合図です。クエストが完了し経験値やギルを入手しました。早速レベルが上がりましたね。こんな感じでメインクエやってる時はレベルがもりもり上がっていきます。続いて今話しかけた人の頭上にまたびっくりマークがつきました。さっきと違ってびっくりマークの装飾が豪華になっていますね。豪華なびっくりマークはそれがメインストーリーを進めるためのクエストであることを表します。で、とっても大事なこと言うんですが、ここから百数十時間ずーっ
とこれを追ってれば OK です。街中にはいろんな人の頭上に普通のびっくりマーク、つまりサブクエストが散乱していますが、サブクエストの報酬は合ってないようなものなので、ロアを楽しむ以外でプレイする必要は一切ありません。ものによってはサブコンテンツを開放するためにやらなきゃいけないクエストってのもあるんですが、それはこのサブコンテンツやりたいなって思った時に初めて、じゃあ何のクエストのクリアが必要なのかって調べてクリアすればいいだけの話で、時間経過したら二度と着手できないクエストとかも基本的にはないので、豪華なびっくりマーク、つまりメインクエだけ一心不乱に進めときゃ OK ってことを強調しておきます。一点だけ例外があるんですが、それは後ほど。コンテンツ紹介動画も作成中です。公開したら概要欄に貼るのでチャンネル登録の上お待ちください。ちなみにこのメインクエストだけは大事なので、左上に常に表示され続けます。メインクエが受注済みならそのメインクエが未受注の場合は次に取り組むべきメインクエの情報が出る感じです。なので適当にフラフラした結果、やばい豪華なびっくりマーク次どこにあるんだっけってなっちゃったら、左上の情報を頼りにメインクエを補足しましょう。バックボタンを連打して左上を選択して決定ボタンを押すと、そのメインクエの受注場所なりメインクエ中の次の目的地なりがマップ表示されます。では次のメインクエを受注しましょう。次はネクストアクションが3つに分かれています。順不動でやっていきましょう。やり方はこれまで説明したのと同じなので訓練がてら動かしてみましょう。一つだけ新しいことを話すと、アクションを設定する欄、ホットバーというんですが、そこからスプリントというアクションが使えるようになっているので使いましょう。LT ボタンを押し込みながら十字キーかボタンを押すと対応するアクションが実行できます。スプリントの場合は LT プラス Y ボタンですね。押すとスプリントが発動し、自身にスプリントというプラスに働く特殊効果が付与されます。バフが付与されている間は画面頭上にもバフアイコンが残り効果時間とともに表示されます。スプリントバフが付与されている間、移動速度が少し上がるので積極的に使っていきましょう。1回スプリントを使うとホットバーのアイコン上カウントダウンが始まりますが、これは次もう一回スプリントを使うまでに必要な残り秒数のことでリキャストタイムと言います。要は連続で使えないってことです。スプリントがまた使えるようになるたびに、スプリントのリキャが戻るたびにとか言いますが、リキャが戻るたびにスプリントを使ってちょっとでも早く走りましょう。ちなみに自分についているバフの効果を確認したいときは、やっぱりバックボタンを連打するとバフアイコンを選択できるので、そこで確認しましょう。ではスプリントバフをつけたところで3つのネクストアクションを取ってみましょう。この再生マークみたいなやつは、これをやれば次に進みますよという意味です。エーテライトとの交換をしました。エーテライトとは要はファストトラベル装置で、1回触れとくとどこからでもそのエーテライトに転移するデジョンというアクションが使えます。実際に使ってみましょう。こんな感じです。じゃあ別の作業やりましょう。こいつにアイテムを渡す必要が出てきたので、いつの間にか手元にあるお手製のイールパイをこいつに渡しましょう。手元に渡すべきアイテムを持っていた場合、ここで×ボタンを押してから決定ボタンを押すと、所持品をガサゴソせずパッと渡せるのでおすすめです。こいつがショップについてタラタラ説明しますが、正直店を使う必要はほとんどないので無視で OK です。では次の作業をやりましょう。マップ上このアイコンがあるところには都市内エーテライトというものがあります。これにも交換しておくことで、以降都市内のエーテライト間で自由に行き来ができます。こんな感じです。見つけたら触れておきましょう。言い忘れましたが X ボタンを押すことでも現在地を中心にマップが開けるのでご参考まで。またスティックを倒している時に LB ボタンを押すとスティックを倒していなくてもそっち方向に走るのでほんのちょっとだけ楽です。幻術師ギルドへの挨拶が終わったら、もともとやろうとしていたメインクエについては3つの作業が完了したのもあって目的リスト上チェックマークがついてますね。あとはカーラインカフェのミュウヌーに報告すればメインクエは完了なので報告しに行くんですけれども、今しがた挨拶した幻術師ギルドの受付担当の上にまたびっくりマークがついています。この青背景びっくりにプラスがついているものはただのサブクエではなく、それをクリアすることで新たなコンテンツとかそういうものが解放されるちょっといいサブクエであることを表しています。さっき言った通り基本的にメインクエ最優先で、このちょっといいサブクエも別にやらんでいいんですけど、さっき1個だけ例外があるって言いましたね。それがこのクエストです。クエスト概要を見ると自然を紡ぐ幻術師というクエスト名ですが、画面左上進行中のメインクエストを表すところの下に同じ名前のクエストが表示されていますね。これはクラスクエストと呼ばれるものです。ネット上だとクラスクエストだったりジョブクエストだったり表記が揺れていますが、さっき言った通り最初はクラスから始まって途中からジョブに切り替わるので同じことを指していると思ってもらって大丈夫です。でこのクラスクエストを進め
めていくことで使えるスキルが順次解放されていきます。正確に言うとレベルアップによって解放されるスキルもあれば、このクラスクエストをクリアしないと解放されないスキルもあるっていう感じです。で、クラスクエストをクリアすることで解放されるスキルっていうのは全部大事なので、サブクエのうちクラスクエストだけは最優先でやりましょう。今回のクラスクエストはレベル1から受注できるクエストでしたが、進めていくにつれて受注するための必要レベルが上がってくるので、どっかで受注できなくなるはずです。そしたらメインクエを進めましょう。というわけでクエストの優先順位としては、受注できる限りはクラスクエ、クラスクエが進められなくなったらメインクエで、それ以外っていう感じです。というわけでこの優先順位に従うと、メインクエがあと一歩でクリアのところまで来ていますが、一旦無視してこのクラスクエストを受注して進めましょう。進めていると外で敵を倒せと言われるので、いよいよ外出して敵と戦いましょう。外に出るとアチーブメントという称号を得ます。何かにつけてアチーブメントは手に入るんですが、プレステのゲームのトロフィーみたいなもんなんで気にする必要はありません。討伐対象の敵の頭上には Q のマーカーがついたり、右上のミニマップ上マークがつくので、それを参考に特定します。幻術師の場合ストーンという魔法があるので、敵を選択しある程度近づいてからそれを使うと詠唱した上で敵にストーンをぶちかませます。それ以外のクラスでも何かしら攻撃するアクションがあるはずなので、それを使いましょう。交戦状態になると敵の名前が赤くなって、以降そいつは倒すまでこっちを攻撃してくるので、ストーンを連打して倒しましょう。ストーンを使うとほぼ全てのアクションがくるくる回り出して、それが1回転しきるまでほぼ何もできなくなりますが、これはアクションの連続使用を防ぐための仕組みで、名前覚えなくていいんですけど、グローバルクールダウンというシステムです。覚えなくていいんですが、 GCD を回すって言ったら、要はこいつがずーっとくる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 回るぐらい絶えず攻撃をし続けようっていう意味だと捉えてください。敵を倒すと経験値を獲得できます。今回で言うと75ポイントの経験値が手に入ったよ。これは本来得られる経験値より 50% 増えたよっていう意味です。いろんな要因で増えたりするので詳細割愛します。気になるんだったらレストボーナスとかチェーンボーナスとか優遇サーバーとかでググってください。ただ1個だけこのタイミングで伝えておくと、ゲームからログアウトするときはちょっと乱暴な表現なんですが、街の中でログアウトしとくとレストボーナスっていうのが手に入って、次ログインしたとき経験値が溜まりやすくなるので、そこだけ認識しておきましょう。非交戦中は HP が急速に回復するので、うまいことを回復したら次の敵に殴り込みましょう。なお見た感じこっちが攻撃しないと敵は殴りかかってこないように見えるんですけれども、敵によっては普通にこっちに気づき次第攻撃してくるので注意です。仮に死ぬというか戦闘不能状態になっても街に戻されるだけでペナルティはほとんどないので気にしなくて OK です。こんな感じで指定された敵を3匹ずつ倒しましょう。余談ですが、今は敵を倒すことでもりもりレベルが上がっていますが、通常の RPG みたく敵を倒してレベルを上げるのは低レベル帯ぐらいまでで、それ以降はさっき言った通りメインクエを進めることで経験値を獲得するか、もう一個別の手段を使って獲得することになります。後ほど出てくるのでそこでご紹介します。指定の敵を倒したらチェックマークがつくので報告しに行きます。デジョンなり都市間エーテライトの転生なりスプリントを使って効率的に移動しましょう。クリア報酬で食べ物を手に入れました。食べ物を食べると30分間パラメーターが上がるとともに、獲得経験値に 3% のボーナスがつきます。パラメーター上昇の方はビビたるもんなんでどうでもいいんですが、獲得経験値プラス 3% はそこそこ悪くないので、敵を討伐するときは事前に何でもいいから食べ物を食べておきましょう。メニューの所持品タブの中から食べ物アイテムを選択することで食べられますが、こういう何度も使うやつはホットバーに登録した方が使いやすいです。具体的にはホットバーに登録するを選択して、登録する先を選択すれば OKです。以降ホットバーからそれを選ぶだけで一発で使用できます。で、次のクラスクエストの受注にはレベル5が必要になって今足りないはずなので、クラスクエストは置いといてメインクエに戻りましょう。討伐手帳が解放されますが気にしなくて OK です。あと途中フェイトに参加してみようとか言われますが、参加しなくていいです。以降フェイト関連は全部無視で OK です。クエストをクリアすると必ずもらえる報酬に加えて追加で報酬が1つ選べるようになります。ここに書いてあるのが装備条件で、どのクラスで何レベル以上あると装備できるかを表しています。幻術師はソーサラークラスに所属しているのでこれは装備できません。一方こっちは全クラス装備可能ですがレベル5ないと装備できません。ぶっちゃけ何選んでもいいんですけど、自分が今装備できるあるいは今後装備できそうな防具をもらっておきましょう。もし該当するものがないときはこの銅貨をもらっておきましょう。これは店で売るとギルに換金できます。店売り以外用途はないのでバンバン売りましょう。レベル5になって今もらったやつが装備できるようになったので装備します。成功法で装備しようとするとメニューのマイキャラクターから足を選択し、さっき得た足装備を選択して付け替えるんですけれども、めんどくさいのでここの最強を選択すると勝手に手持ちの中から最強の装備を選んで身につけてくれるので、装備品を入手次第あんま何も考えず最強を選んどけば OK です。ちなみに14は防具がいわゆる防御力だけじゃなくて HP とか攻撃力とかそういうものにも全部効いてくるので超大事です。新しい防具を手に入れたらこ
まめに再起しましょう。で、レベル5になったってことはさっき制限がかかっていたクラスクエストの受注ができるようになるのでそっちを進めていくんですが、そんなバッチクソ厳密に先にやんなきゃいけないわけではなく、目の前に新たなメインクエストが発生しているのでとりあえず受注するだけ受注しときましょう。クエストは30件まで同時受注ができて、それ以上は受注ができなくなります。受注しすぎちゃった時はメニューのジャーナルからクエストを破棄しましょう。破棄言うてもクエストが消滅するわけではなくて受注前に戻るだけなので心配なく、アイテムレベル5以上の防具を頭、胴、手、脚、足に装備しろと言われました。アイテムレベルとはドラゴンボールの戦闘力みたいなもんで、その防具って結局どれだけ強いのっていうのを数値化したものです。武器、防具ごとのアイテムレベルはここに書いてあります。見てみると胴、手、脚、足はすでにアイテムレベル5の防具を装備しているので OK なんですが、頭防具を何も装備してないのでアイテムレベル5以上の頭防具を調達し装備する必要があります。で、ちょっとネタバレになっちゃうんですが、さっき棚に上げていた次のクラスクエストをクリアすると選択報酬の中にアイテムレベル5の頭防具があるのでクラスクエストをクリアしにかかりましょう。マップ上、現在地と目的地に高低差がある場合、こんな感じで上側にあるよってマークがつきます。クラスによってスキルは異なりますが、一例として触れておくと、幻術師の場合レベル5でエアロという魔法を覚えます。これは30秒間敵に継続ダメージを与える魔法です。一発一発のダメージ量は大したことないんですが、30秒間積み重なると総ダメージ量はなかなかのものになります。なので定石としては、まず最初にエアロを使って継続ダメージを与えるデバフを相手に付与してから、その後ストーンで攻撃しまくるというのが王道の戦い方です。ここはクラスによっても異なるので、新しいアクションを覚えたらそのアクションの効果を読んで色々とガチャガチャ動かして使ってみましょう。アクションの効果はアクションリストの一番上と2番目から確認できます。無事クエストをクリアしたら最強で装備します。もし手違いでアイテムレベル5の頭防具を手に入れ損ねたらおとなしくショップで買いましょう。そのまま手なりでメインクエストを進めます。さっきやっときゃよかったんですが、マップ上でかいエーテライトマークがあるときは寄り道して交換しておきましょう。街の外のエーテライトに初めて触れたとき、テレポというアクションを覚えます。これはどこからでも各エーテライトに飛べる超便利アクションです。デジョンと違い連続使用ができます。ただしギルを消費するので、特に金欠になりがちな最序盤は軽率に使うとギルがなくなるので注意しましょう。言うてギルはテレポ以外にはあんまり使わないので、移動がだるければ積極的に使っちゃいましょう。道中こんな感じで敵に絡まれることがあります。思いっきり逃げれば振り切ることができます。絡まれてる時や交戦中は左側に敵対リストが表示されて、振り切れるとこの敵対リストが消えるので、それを頼りに逃げましょう。インスタンスバトルが始まる言ってますが、要は普通のイベントバトルです。普通にこなしましょう。戦闘中、床がオレンジ色に変化しました。これは AOE と呼ばれるものです。このオレンジ範囲内に立っていると攻撃を受けるよという予兆です。ゲーム一般の AOE と意味が違うので注意しましょう。で、この AOE の被弾判定には14ならではの癖があって、この AOE が消えた瞬間の時点で、その AOE 内に立っていると被弾が確定します。AOE 消えてから繰り出される攻撃モーションってのは全く関係なくて、AOE が消えた瞬間、立ってるか立ってないかで被弾判定がなされるので注意しましょう。ロールアクションのチュートリアルが入りましたが、あんま気にしなくて OK です。アクションには誰でも使えるアクションと、タンク、ヒラ、DPS といった特定のロールで使えるアクションと、その中でも特定のクラスでしか使えないアクションがあるよっていうだけで、アクションはアクションです。少し進めると宿屋とギルドリーブが解放されます。どっちも無視で OK です。14は高いところから落ちても HP1 で踏みとどまるので軽率に落ちましょう。ただし交戦中だけは落下すると HP1 で踏みとどまらず普通に死ぬので注意しましょう。レベル10のクラスクエストをクリアするとクラスチェンジが解放されます。グリタニア、リムサロミンサ、ウルダハ、これらゲーム開始都市である3国にはクラスごとの〇〇ギルドがたくさんあって、そのギルドに訪問するとそのクラスにチェンジできます。ただしさっき言った通りレベルはクラスごとなのでレベル1からやり直しです。クラスごとのレベルは保存されているのでいつでも元のクラス、元のレベルに戻せます。バトルクラス以外にものづくりができるクラフタークラスだったり、資源採取できるギャザラクラスというものもあります。好きに各ギルド訪問して好きにクラスチェンジするのもいいんですけれども、この動画ではまずは1回決めたクラスでメインクへバンバン進めることを推奨しますので、クラスチェンジには立ち入りません。よくある混乱する要素として、何かの表紙でホットバーがこんな感じになっちゃう場合があります。今まで使っていたアクションがどっか行っちゃう感じですね。何が起きてるかっていうと、ホットバーには全部で16個のアクションを登録できるんですけれども、やってるとわかるんですが、これだと全然足りなくて、RB ボタンを押したり RB ボタンを押しながら別のボタンを押すことで別のホットバーに切り替えることができますが、意図せずその辺の切り替えボタンを押してなんかよくわかんなくなっちゃった感じです。こういう時は RB ボタンを押しながら色々キーを押してると、元々使っていたホットバーに戻れるはずなので、慌てず元に戻しましょう。
インスタンスバトルで失敗すると次回挑戦時から難易度調整ができます。特に不利を被ることはないので積極的にベリーイージーにしちゃいましょう。メインクエストを進めていると開始都市以外の残り2つの国を訪問することになります。この時その国のエーテライトにも触れておきましょう。そうすることでいつでもテレポを使って自由に国を行き来できるようになります。飛空艇が解放されますがテレポを使うギルすらない時以外は使う必要はありません。さらに進めていると途中で初心者の館が解放されます。これは絶対にやりましょう。理由は2点。1つはビギナーリングというレベル30まで入手経験値にボーナスが入る強いアクセサリーが手に入るからです。もう1点の理由は MMORPG だからです。14はメインクエストがほぼソロで進められるようになったとはいえ、一部は友人パーティーを組んで戦いますし、サブコンテンツなんかは基本全部それです。14は月額課金制だからか民度はめっちゃ良くて、名前の左についている若葉マーク付きの初心者には特に優しく接してくれるとはいえ、初心者は初心者側できちんとシステムを理解しようとする姿勢も大事です。ギルドリーブとかフェイトとか気にしなくていいと雑に言いましたが、あれはソロコンテンツだから別にいいのであって、初心者の館で学ぶことはパーティープレイにおいて重要なことばかりなのできちんと理解しておきましょう。突然ですが宣伝。ギーナシララチャンネルは世界一わかりやすい攻略動画に加えて公式放送の要約感想動画、コミュニティの話題を取り扱う月刊エオルゼアなどファイナルファンタジー14を楽しむための全てが揃ったチャンネルです。ここまでの内容がお役に立ちましたらチャンネル登録お願いします。宣伝終わり。さらに進めていくとなんかわらわら解放されますが無視して、そんで初めてのインスタンスダンジョンサスタシャ新食堂が解放されます。インスタンスダンジョンとは4人で攻略するダンジョンのことです。突入の仕方は2種類あって、見知らぬ誰かとパーティー組んで4人で挑むか、コンテンツサポーター略してコンサポーという NPC3 名呼んで4人で挑むかのどっちかです。どちらにせよメニューのコンテンツファインダーからサスタシャを選んで、コンサポで行くのであればここを X ボタンで選択し、コンテンツサポーターで攻略を選択。 NPC3 名が即座に編成されてすぐ突入可能になるのでそのまま突入します。一方で見知らぬ誰かとパーティー組む場合はサスタシャにチェックを入れてから参加を選択するとパーティー編成中の状態になります。この間サスタシャ新食堂に行く他の人をシステム側で募っています。どれぐらい待ちそうかの目安はここに表示されています。でしばらく待っているとシャキーンという音とともにパーティーが揃った旨通知が来ます。パーティー編成が完了したことをシャキーンの音からシャキるなんて言い方をします。なお見知った2人でパーティーを組んで見知らぬ2人を加えて突入することも可能ですが、その場合は1人14詳しい人がいるでしょうから、そのやり方は割愛します。さて見知らぬ3人を加えるかコンサポ3人を加えるかですが、実利上の差はないのでどっち選んでも OK です。まあどっちでもいいんですけど、おすすめとしてはここで見知らぬ3人を加えて挑むのを試した方がいいです。というのもサスタシャは簡単だし、サスタシャでわちゃわちゃしてる初心者は他の人から見てもサスタシャでわちゃわちゃしてる初心者だってなるので、温かい目で見てもらえるうちに友人パーティーを経験しとくといいっていう理屈です。では実際に突入してみましょう。攻略が始まったらまずはパーティー内で挨拶しましょう。バックボタンを連打してるとチャットウィンドウを選択できるので、ここを選んでボタンを押すとチャットモードを変更できます。これまでは近距離の相手にだけ聞こえるセイモードでしたが、これをパーティーモードに変更します。セイとパーティーモード以外の説明は割愛しますが、エリア全域の人に聞こえるシャウトを連打するのはマナー違反であることを把握しておきましょう。パーティーモードに変更することでパーティー内4人のメンバーに対してはどれだけ距離が離れていても聞こえるモードでチャットできるようになります。この状態でよろしくお願いしますとか挨拶しましょう。パーティーモードでチャットすると水色で表示されます。多分他の3人も同じように挨拶をしてくるはず。もし不安なら初見ですとか予防線貼っとくときっと他の3人も配慮してくれると思います。そしたらあとはガンガン進んでガンガン敵を倒すだけです。ただタンク、ヒーラー、DPS つまりロールごとに求められる動きがあるのでご紹介。まずは簡単な DPS から。 DPS はとにかく敵をぶん殴るだけです。ただしタンクが敵を殴り始めてから DPS はその敵を殴るようにしましょう。というのも14はまずタンクが敵を殴るあるいは挑発スキルを使う、これらの行為を敵を釣るとか言いますが、敵を釣ることで敵がタンクにヘイトを向けて、で敵がタンクを殴り始めるので、タンクが敵に殴られている間に DPS が横から敵を攻撃する必要があるためです。タンクが敵を釣る前に DPS が敵を殴る、これを俗に先釣りと言いますが、先釣りをしてしまうと敵が DPS を殴ってしまって、 DPS はタンクよりもダメージを受けやすいため戦線が崩れやすくなってしまいます。先釣りはマナー違反なので注意しましょう。続いてヒーラーは味方の HP に注意して適宜回復しましょう。十字キーの上下を使うと素早く味方にターゲットを合わせられるので活用しましょう。回復最優先ではありますが、ヒーラーも余力があれば積極的に敵を殴りましょう。ただしタンクの後に殴り始めるのは DPS と同様です。最後にタンク、このロールがやや大変。まず忘れてはいけないのがスタンスを入れること。タンクロールには敵からのヘイトを大幅に稼ぐアクションが必ず一つあるはずです。剣術師ならアイアンウィル、武術師ならディフェンダーというアクションです。これは使うたび
びにオンオフ切り替えられるので、ダンジョン入ったらまずこれを使いオンにしましょう。これらアクションを使ってオンにすることを俗にスタンスを入れると言います。たまにスタンスを入れ忘れた場合、パーティーメンバーからスタンスとかチャットが飛んでくるかもしれませんが、これは要するにアイアンウィルとかディフェンダー使ってくれという意味だと捉えましょう。で、なぜスタンスを入れる必要があるかっていうと、前提として14は敵にヘイトのシステムがあって、主にダメージを与えてきたプレイヤーに対してどんどんヘイトを高めてきて、その時点でヘイトが一番高いプレイヤーに対して敵が攻撃を仕掛けてきます。ダメージ量が多ければ多いほど多くのヘイトを得ます。で、DPS とタンクは DPS の方が与えられるダメージ量が多いので、同じ回数 DPS とタンクが同じ敵に攻撃していると、ダメージ量的に DPS の方がヘイトを稼いでしまい、敵が DPS を殴るようになってしまいます。が、スタンスを入れてからタンクが敵を殴ると、一気にめちゃくちゃヘイトを稼げるので、敵がタンク以外の敵をそうそう攻撃しなくなります。だから、スタンスを入れてから敵を殴る必要があるという理屈です。で、スタンスを入れたら、さっき言った通り、ヒラと DPS はタンクが敵を殴るのを待っているので、タンクは一箇所にたむろしている敵を積極的に釣りましょう。厄介なのが、中盤以降のインスタンスダンジョンは一本道ではあるんですけど、最序盤のインスタンスダンジョンだけ中途半端に分岐があったり、しょうもないギミックがあるので、ちょっと迷うかもしれません。最悪攻略情報を先に見る、いわゆる予習をするか、あるいはチャットで素直にどっちに行けばいいかわからんと意思表示しましょう。助けてくれるはずです。タンク、ヒラ、DPS の役割は以上です。ではぐいぐい進めましょう。ちょっと細かい話ですが、クラスに応じて獲得するタイミングは異なるんですけど、いずれにせよ、範囲攻撃スキルを早かれ遅かれ得ます。目安として敵を一気に3体以上巻き込めるときは、範囲攻撃を使った方が総ダメージ量が大きくなるので、積極的に範囲攻撃を使っていきましょう。タンクについては最初に攻撃を当てて敵からヘイトを大幅に稼ぐ必要があるので、初手敵のグループを攻撃するときは必ず範囲攻撃を使いましょう。インスタンスダンジョンでは装備品をドロップすることがありますが、同じ装備が4人分に行き渡るのではなく、ロットという抽選行為を通じてそれに当選した1人だけに分配されます。なのでちょっと忙しいんですが、ダンジョン攻略中にロットというものをやらなければいけません。具体的にはドロップした装備品ごとにニード、グリード、パスという3種類の中からどれかを選択します。パスというのはその装備品いらねっていう意思表示です。これを選ぶと他の人で抽選することになります。一方でニードとグリードはどっちも欲しいという意思表示ではあるんですが、ニードについては自分の今のクラスでロット対象が装備できる時だけ選べます。で、アイテムを獲得できる優先順位としてはニードの人、グリードの人という順番で抽選されます。要は今すぐ装備できるやつは優先的にもらえるっていうことです。ニードやグリードが複数いる場合は、それを選択した時に1から99のランダムの数字が表示されるので、それが一番大きい人が選ばれます。難しいこと考えずにニードが選べたらニードを選べば OK です。自分が今装備できない装備品は当面不要なので、パスでもグリードでもどっちでも OK です。金にはならないので、現時点で絶対別クラスもやるっていう気持ちがなければ、後々の荷物整理も面倒なのでパスでいいんじゃないかなと思います。インスタンスダンジョンで手に入る装備品をニードしておくと、勝手に装備がどんどん強いものに更新されるので、メインクエをやってる時はとにかくニードをして手に入れた装備品を最強でバンバン装備していきましょう。ボスを倒したらありがとうございましたとチャットすると気持ちいいので右に習いましょう。また MIP 推薦という制度があって、インスタンスダンジョン攻略後最も気持ちよかった人を MIP として表彰できるので、表彰したい人がいたら表彰してあげましょう。MIP として表彰されるとコンテンツ退出した時に MIP 推薦を獲得した旨表示されます。MIP 推薦をされるメリットは割愛します。初のインスタンスダンジョン攻略お疲れ様でした。パーティー募集機能が開放されますが、フリトラ版では使えないのと、別にフリトラ版じゃなかったとしても初心者が使う機会はほぼないので、この場では割愛します。あともう少しだけ進めると、次のインスタンスダンジョンが開放されるとともにコンテンツルーレット、通称ルレが開放されます。これは14でいういわゆるデイリーで、行き先が今まで行ったことあるインスタンスダンジョンのどれかランダムになる代わりに、1日1回経験値やギルがすごく美味しいっていうやつです。さっきサスタシャをプレイするときに、なんで今更サスタシャをしたい人が他3人も集まるんだろうって思った人もいるかもしれませんが、多くの人はこのデイリーのルレを行うことでサスタシャにマッチングされてるんですね。さっき話した通り、一つのジョブだけレベル上げすりゃいいと思ってるんだったら、メインクエを進めるだけで経験値は貯まるので別にこのルレ回す必要ないんですけれども、単純にギルが足りてない時とか別のジョブにチェンジしたい時のレベリングにはとても便利です。とはいえ、ルレを行わないと、ルレを回すとか言いますが、ルレを回しとかないと損っていうほどではないので必要に応じてやりましょう。ルレの種類はメインクエを進めるにつれて増えていきますが、一番最初に開放されるコンテンツルーレット、レベリングが一番美味しいということだけ覚えておきましょう。ここまで到達すればメインクエストで一通りガイドすべきことはできたので、あとは適宜調べつつメインクエ進めてもらえればいけるはずです。それではこの先出てくるコンテンツのうち比較的大事なもの、あるいはゲームを進めてるだけだといまいち分かりにくいポイントをサミダレでご紹介します。透滅戦。この先メインクエを進めていると〇〇透滅戦というコンテンツが開放されます。インスタンスダンジョンが4人で挑むダンジョンであれば、透滅戦は8人で挑むボス戦です。例外的に最初数回の透滅戦だけ4人で挑むんですが、基本は8人です。透滅戦はコンサポが使えない場合がある
るので、その時はおとなしく友人8人で挑みましょう。8人バトルの場合、タンク2名、ヒーラー2名、DPS4 名で挑みます。タンク2名のうちどっちがスタンスを入れるかは雰囲気です。パーティーリスト横に並ぶバフアイコンを見て空気読んでどっちかがスタンスを入れましょう。ちょっと細かい話なんですが、スタンスを入れたタンクの方、メインタンクと呼んだりしますが、MT の人はこのように立ち、ボスを北に向けるのが一般的です。なぜかっていうと、主に DPS ロールの人のスキルの中に、背面から攻撃するとダメージ量が上がるとかいうスキルがあったりするので、常に背面向けてもらえるとありがたいっていう理屈です。頭の片隅に入れておいて、もし余裕があればそういう誘導にもチャレンジしてみましょう。アライアンスレイドレベル50の某メインクエストでアライアンスレイド古代の民の迷宮というのをやる必要があります。そもそもアライアンスレイドとは24人で挑むバトルコンテンツで、基本的にサブコンテンツではあるんですが、最初数個のアライアンスレイドだけはメインストーリー上強制的にやることになります。通常の4人8人コンテンツと流儀が異なる部分があるので、そこだけ補足します。アライアンスレイドはタンク1名、ヒラ2名、DPS5 名の計8名で1アライアンスを組んで、3つのアライアンスが集まって挑むことになります。たくさんいる雑魚をボコるときは、各アライアンスのタンク1名がそれぞれスタンスを入れて雑魚を釣れるだけ釣りましょう。一方でボス1体を相手にするときは B アライアンスのタンクだけがスタンスを入れて、真っ先にボスを殴ってボスの敵視を取り、それ以外の AC アライアンスのタンクはスタンスを解除しましょう。自分がどのアライアンスに所属しているかはここから確認可能です。ベスパーペイの転送毛利要件。メインクエ進めていると、ベスパーペイというエーテライトがない、つまりテレポができない鬼不便な場所に何度も行かされることになって、だいぶうざいことになるんですけれども、その頃にはしれっと転送毛利要件ベスパーペイというアイテムがメインクエの報酬で大量に手に入ってるはずです。これを使うことでベスパーペイに直接テレポができます。ベスパーペイに行きたいときは惜しまず使いましょう。めちゃくちゃ点の話だったんですけど、これ知っとくだけでメインクエの負担感が全然違うので触れました。マーケットボード。各都市にはマーケットボードが設置されていて、ここを介してアイテムの落札ができます。メインクエを進めるにあたってマーケットボードを使わないといけない機会っていうのはないはずですが、例えば相応のアイテムレベルの装備をさっと手に入れたいとか、本来釣りとか別の手段で入手が必要なクエスト用アイテムをマケボで手っ取り早く購入しちゃうとか、アイテムを手に入れる手段の一つとして頭に入れておくと良いでしょう。リテイナー。レベル17のメインクエ暁の血明をクリアすると、倉庫管理や冒険のサポートをしてくれる NPC リテイナーが解放されます。各都市のマーケットにリテイナーというマークがついた NPC に話しかけると雇用できて、雇用後は宿屋とかにあるリテイナーベルを鳴らすとやってきてくれます。リテイナーはリテイナー用の倉庫を持っているので、アイテムが溢れたらリテイナーに預けちゃいましょう。またさっき説明したマケボへのアイテム出品もリテイナーを介して行うことができます。初心者がマケボに出品する機会はあまりなく、荷物もそんなすぐパンパンにはならないんですけど、パンパンになってきた時に備えてリテイナーの存在も頭に入れておきましょう。マイチョコボ。スプリントで走ってもチンタラなのでストレス溜まるかと思いますが、街の外であればチョコボという生き物を呼び出してちょっと早く走ることができるようになります。正確に言うと14にはマウントと呼ばれる乗り物群があって、その乗り物に乗って早く移動することができるんですが、その手持ちのマウントの中にチョコボが追加されるっていう位置づけです。チョコボの入手手段としては、レベル20のメインクエ我が行く道はをクリアすると、軍票という特殊な通貨が手に入ります。この軍票を200貯めてグランドカンパニーつってもよくわかんないと思うんですけど、メインクエ進めていればわかります。グランドカンパニーの本部の補給担当官から軍票200を引き換えにチョコボ支給券をゲットします。で、同じくグランドカンパニーから念願のマイチョコボというサブクエストを受注し、交換したばかりのチョコボ支給券を渡すとチョコボが手に入ります。チョコボっていうか別にチョコボじゃなくてもいいんですけど、何らかのマウントを手に入れるとメインクエストの進行効率が段違いなので、チョコボは入手しておきましょう。ちなみにチョコボはマウントとして騎乗するだけではなく、バディとして一緒に戦うこともできるんですが、こっちはそんななんで適当に興味があれば調べてください。ホットバー整理。どんどんスキルを覚えていくと一つのホットバーに入りきらなくなります。そういう時はメニューのアクションリストから登録したいアクションを X ボタンで選択し、既存のアクションを上書きするとかしてホットバーを整理しましょう。先ほど触れた通り、ホットバーは最大8枚までセッティングできるので、例えば通常用と ID で範囲攻撃する時用とかにホットバーを分けるのもありです。ホットバーの登録例はネットで転がっているので、慣れないうちはそれを丸パクリしましょう。ホットバーを切り替えるのがめんどくさい、でももうちょっと使える枠を増やしたいっていう贅沢な人は発展的な設定ですが、ダブルクロスホットバーで調べましょう。荷物整理。冒険を進めていると所持品がどんどん溢れていくので、先ほど挙げたリテイナーに預けるのもいいんですが、所持品を適宜整理しましょう。私の荷物パンパンアカウントで例示すると、まずオーケストリオンフ、マウント、ミニオン、ポートレート教材、あとここにはないんですがカード、こういう1個しか持てないくせに X ボタンを押すと使うっていうのが出てくる系のやつは全部使っちゃいましょう。14の仕様として、例えばマウントを手に入れるときは直ちにマウントそのものが手に入るのではなく、一旦マウント獲得用のアイテムが所持品に入るので、それをわざわざ我々が使うをしてあげないとマウントが手に入りません。今挙げたやつはそういう系のアイテムなのでとっとと使っちゃいましょう。調理品もいろんな種類手に入るかと思いますが、これも捨てちゃ
ちゃって OK です。調理品も現行の高難易度コンテンツをやるときに最上位の調理品だけ使うので、そんなにたくさん種類いりません。たださっき言った通り食べることで経験値 3% アップの効果は得ていたいので、1種類100個とかでもいいから1種類は持っときましょう。それ以外についても捨てたら後悔するっていうのは基本的にないので、あんま気負いせずに軽率に売ったり捨てたりしましょう。またストーリーのあるタイミングからうんたらチェストというアイテムが手に入りますが、これは使った時のクラスに応じてアイテムが手に入るというものです。例えば今私は赤魔導士ですが、赤魔導士の状態でこれを使うとアイテムレベル735の赤魔導士の武器が手に入るという感じです。これも当面は温存不要で、基本的に今育てているクラスの状態でバンバン開けて装備を更新しましょう。今まで一度も触れてなかったんでここで触れるんですが、装備品は所持品というエリアではなくアーマリーチェストという別のエリアに格納されるので認識しておきましょう。ギアセット、例えば自分が今赤魔導士の時にナイトにジョブチェンジしたいという時、ジョブチェンジの手段としてはまず赤魔導士の武器である再建からナイトの武器である片手剣に持ち替えて、さらにナイトのソウルクリスタルであるナイトの証を装備すればジョブチェンジ可能です。ただこの過程で防具が全部外れてしまうので、ナイト用の防具を装備し直さなきゃいけません。とするとめんどくさいですよね。そんな時はギアセットを使うのがおすすめです。具体的には赤魔導士の装備をしている状態でギアセットリストのプラスマークを押すと今装備しているセットが登録されます。でその上で別のジョブになったとしてもギアセット上今登録したやつを選べば一発で赤魔導士の装備に切り替えることができます。各ジョブ用のギアセットを登録しておけばここから一発で切り替えられるので活用しましょう。なおしれっと今名前挙げちゃいましたが、ジョブクリスタルナイトの証とかっていうのはレベル30のクラスクエストをクリアすると手に入ります。せっかくレベル30のクラスクエストをクリアしたのに手に入れたうんちゃらの証を装備しないがゆえに一向にクラスからジョブに昇格しないなんていう初心者もたまに見るので、なんちゃらの証を手に入れたらちゃんと装備しましょう。私学装備、ストーリーを進めているとあるタイミングで急にアラガントームストーン私学というアイテムが手に入ります。これを貯めて特定の人に話しかけることでレベル50、60、70、80、90時点のほぼ最強装備が手に入ります。これらを俗に私学装備と言います。メインクエを進める時のジョブについては ID でニードとかグリードとかしてれば自然と装備が更新されるので OK と言いましたが、それで装備が更新されるのは主に左側だけで、右側のアクセサリーについては意識しないとなかなか更新ができません。そんな時にこの私学装備を使ってアクセサリーの私学装備を交換するといいです。またメインクエを進めない別のジョブの装備を調達する時なんかはこの私学装備が超便利なので積極的に活用しましょう。ただしこの辺りのシステムはパッチ 8.0 で大幅に変わる見込みなので、アラガントームストーン私学の入手方法や私学装備の交換方法については詳細割愛します。私学交換とかでググると交換場所出てくるのでそれを見てください。ハド、ゲーム画面に表示されている各種情報をハドと呼びますが、例えば敵の A ショーバーが小さすぎるとか場所がキモいとかそういう不便があるときはメニューのハドレイアウト変更で変更ができます。かなり細かく調整できるので初期のハドレイアウトに不満がある人はこの機能の存在を認識しておきましょう。マクロ&定型文、インスタンスダンジョンに突入した時他のプレイヤーがめちゃくちゃ早くよろしくお願いしますって言っててびっくりすることがあると思います。多くの方がマクロという機能を使っていてボタン一つでパーティーモードでよろしくとチャットできるようにしています。マクロはやや上級者向けの機能なのでこの動画では深入りしません。ただマクロほど上級者向けではない機能として定型文という機能もあります。これを使えばよくある言葉であれば手打ちより多少早く入力できるのと、定型文を使うことで勝手に外国人にも意味が通じるように翻訳してくれるので、そういう機能があるっていうことだけ紹介しておきます。マクロも定型文も余裕があれば調べてみてください。修理、14の装備品には耐久度が設定されていて 0% になるとその装備が壊れてなくなるっていうわけではないんですけど、一時的に装備が機能しなくなってしまいます。耐久度が 0% になってしまったら街の修理屋にギルを払って修理をお願いしましょう。修理屋の場所はググってください。クラフタークラスのレベルを上げていると自力で修理できるようになるんですが詳細は割愛します。まとめ狩り、これは14そのもののシステムの話っていうか14コミュニティの文化の話です。インスタンスダンジョンは最序盤のものを除いてあるタイミングから大体同じような構造になっていて、ザコたち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 ボス、ザコたち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 ボスみたく4グループのザコチームを経た後にボスという流れになります。通常だとザコたちを1グループずつ殲滅してから次のザコたちを倒しに行くんですが、そういう進め方じゃなくて1グループ目のザコのヘイトをタンクが取った後そのまま2グループ目のザコまで走っていき1、2グループ目のザコをまとめてから皆でザコを攻撃するという進め方をする時があります。というかむしろそっちの方が一般的です。これを俗にまとめ狩りとかまとめ進行と言います。範囲攻撃を一度に多くの敵に当てられる分このまとめ狩りの方が時短につながるんですけれども、タンクが引き受けなきゃいけないダメージが苛烈になるのでタンクは通常の進行よりもしっかりと被ダメージを減らすスキルを使う必要があるし、ヒーラーも同様によりこまめにタンクの HP を回復させる必要があります。例えば自分がヒーラーの時にタンクがまとめ進行した結果自分のヒールが下手でタンクを殺してしまいパーティーが全滅してしまったという時は必要に応じて不慣れなのでまとめ進行しないでほしいと
とかきちんとチャットで意思表示しましょう。まとめ進行しないのが異常っていうわけではないので、自分がタンクの時は有無を言わさず通常進行すればいいんですが、通常進行で全然いけるわってなってきた時にレベルアップした進め方としてまとめ進行っていうのがあるので、例えばやったことないんですがまとめ進行してみますとか、そういう意思表示してチャレンジしてみるのもありでしょう。少なくともまとめ進行という文化があることだけこの動画では触れておきます。ビギナーチャンネル14にはメンターという制度があって、メンターが初心者をビギナーチャンネルに誘うことができます。で、ビギナーチャンネル上で初心者が質問できますし、メンターがそれに適宜答えてくれるっていう感じです。ビギナーチャンネルは招待制なので、もし聞きたいことがある、しかもネットで調べてもよくわからんとかそういうものがあれば、街中でメンターの方にビギナーチャンネルに招待してほしい旨お願いすれば、きっと快く招待してくれるはずです。テルモードかなんかでお願いしましょう。メンターは名前の隣に王冠があるので、それを頼りに見分けましょう。テルモード、チャットモードの一つにテルモードがあって、これを選ぶと1対1で会話可能です。入力容量はこんな感じ。容量から察しの通り、別のワールドのキャラにもテルは送れますが、別のデータセンターのキャラには送れないので注意。またメッセージを入力せずに一旦テル、相手の名前、ワールド名まで入力して送信すると、以降相手の名前やワールド名を都度入力せずともその人と1対1で会話できるようになるので便利です。テルのメッセージは紫色で表示されます。で、そんなことよりも言いたいのはこっちの方で、ごく稀に見知らぬ人から URL 付きの怪しいテルが飛んでくる場合がありますが、これはフィッシング詐欺サイトへ誘導するテルなので絶対に無視しましょう。スクリーンショット、パッドの場合 LB プラススタートボタンでスクリーンショットを撮ることができます。 LB プラスバックボタンを押してから LB プラススタートを押せば UI を消して撮影可能です。また込み入った機能なので詳細は割愛しますが、メニューのアクションリストのエクストラ、グループポーズから画角なり照明なり表情なりを細かく調整してスクリーンショットを撮ることができます。いわゆるグルポ機能と呼ばれるものです。グルポ機能を使わないまでもせっかくの旅路なのでパシャパシャ撮りながら進めるのもありです。ちなみにスクショには左下に権利者表記が自動的に記録されるのもあって SNS にアップするのは特に問題ありません。ただ他人のフルネームが映るのはマナー上微妙なので、名前が表示されないようにするか他人の名前をイニシャル表記に変更しましょう。イニシャル表記にするためにはメニュー、キャラクターコンフィグのネームプレート設定をいじりましょう。細かい話は以上です。これでもまだ触れられてないこと多々あるんですが、あんまり詰め込みすぎてもなので切り上げます。ジョブの紹介についてはジョブ紹介動画を、コンテンツの紹介についてはコンテンツ紹介動画を作成する予定なのでそっちを見てください。またこの動画投稿後の翌日にライブ配信で質問会やりますので、質問ある人いたら気軽に聞いてください。質疑応答の内容は記録してライブ配信上に残しとくので、この動画を見た時点でライブ配信がすでに終わっている場合でも、ライブ配信をチェックすれば何か疑問が解消するかもしれないのでぜひ見てください。先輩非課線の方、補足訂正あればコメントください。途中宣伝挟みましたが、当チャンネルは世界一わかりやすい攻略動画のほか、公式放送の要約感想動画、公式やコミュニティの話題を扱う月刊エオルゼアなど、ファイナルファンタジー14を楽しむための全てが揃っています。この動画がお役に立ちましたらチャンネル登録をお願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒、エオルゼアライフ楽しんでください。